あ、皆さん、暗くて陰気臭い嘆きの島ステュークス本部へようこそ。あんたは。どうも、ステュークス所長代理イデア・シュラウドです。は？あれ、なんかノリ悪いね。とか嘘とかない。驚きすぎて逆に落ち着いてきました。確かにシュラウド家とステュークスに何らかのつながりがあるかもしれないとは話してた。で、あんたが所長代理？何らかのつながりどころじゃないじゃない。おい、かいわれ大根、まずこの状況について説明しろ。この俺をエコノミークラスどころか乗り心地最悪の輸送機に何時間も閉じ込めたんだ。くだらねえ理由だったらそういればにしてやるからな。ぐるる。歯をむき出す獣人族のイカが怖っ。それについては順を追って説明するから、まずは落ち着こう。いきなり学園を襲撃し武力行使で強制連行しておきながら、まずは落ち着こう。そう言われて落ち着けるわけないだろう。首をはねられたいのか。危険体 A 魔法構築の開始を確認。スタンシステムで意識を。待って、タイム。ナイトレイブンカレッジからお越しの皆さん、何か忘れてるんじゃないかな。君らが今いる場所はどこ？そんで僕は誰だっけ？僕がボスだ。僕に言いたいことをしないなら、僕も君らに言いたいことはしない。 OK？ 兄さんの推奨行動によりみんなが負傷する確率が 56% 低下するよ。いいでしょう。今は他に選択肢もないし、おとなしく従ってあげる。それで無理やり招待したからにはお茶の用意くらいはしてあるのよね。態度と発言からおとなしく従う意志がみじんも感じられない。まあいいけど、じゃあみんな僕についてきて。ホルト、カンファレンスルームに到着するまでにお茶の手配よろ。了解。それはもしかしてイグニ・ハイドの領長イデア・シュラウド君が嘆きの島の番人ということかね。ああ。と言っても番人は個人を指しているわけではない。かの一族に属する者の総称だ。確か現当主はアイドネ・シュラウドだったか。いや、彼女はすでに没した。現当主はアイドネの息子であるイデアの父が務めているはずじゃ。そうか。人間は本当に代替わりが早い。嘆きの島の番人が組織化されステュークスと名乗るようになったのも最近の話だからの。奴らがステュークスとなってからはまだ100年ほどしか経っとらんのではなかったか。ちょっと待ってください。混乱してきたっす。レオナさんからイデアさんの実家は大財閥の分家だってことだけ聞いてたんすけど、それは表向きの顔で、裏では嘆きの島の番人としてレオナさんたちをさらったステュークスのボスやってるってこと？ああ、嘆きの島の番人は今でこそ都市伝説のような扱いをされておるが、かつて魔法師が魔法使いや魔女と呼ばれていた頃、奴らの存在を恐れぬ者はいなかった。魔法使いが我を忘れて力に溺れるとき、嘆きの島より罰が下るとな。我が王家に伝わる古文書によれば、かの組織の歴史は非常に古く、起源は神々の時代まで遡る。まだ魔法とブロッドの因果関係が解明されていなかった時代、人々にとってオーバーブロッドとは
突然降りかかる厄災そのものだったという。その厄災を嘆きの島に封じ、人々に平和をもたらしたのがジュピター家の祖であり、厄災が再び世に解き放たれぬよう万人となったのがシュラウド家の祖であると記されていた。それもう歴史じゃなくて神話じゃない？スケール大きくて K 君ちょっとついていけなくなってきた。だが探求心旺盛な人の子らは魔法の研究をやめなかった。そして時は流れ、いつしか魔法は安全な技術となり、魔法使いや魔女は魔法師となった。今では魔法師免許は国際資格、人々の暮らしに貢献する国際的にも認められた存在じゃ。魔法を悪用し人々を苦しめる魔法師を取り締まる法や政府組織も次第に整備されていき、いつしか嘆きの島の番人どもは歴史の表舞台から姿を消した。だが彼らは嘆きの島で厄災、ブロッドの研究をし続けていた。非政府組織ステュークスとして。イデア・シュラウド。彼がシュラウド家の子息であることは我々も把握していたが、シュラウド家とステュークスの密接なつながりについては初耳だ。私はあらゆる魔法師の文献に目を通した自負がある。しかしそんな記述を見た記憶はない。それは人間側に残っている文献だけの話じゃろ。妖精族と人間はかなりの年月交流を絶っておったからの。国や種族が違えば伝わる内容も違う。そして書物に残らぬ真実も多くある。何者かの思惑によってねじれ歪められることも少なくない。それが歴史というものよ。学園長はイデア・シュラウドがステュークスと関わりがあることをご存知だったのだろうか。もしご存知であったなら、シュラウド家を通しこのような事態を回避できるよう働きかけることはできなかったのだろうか。どうだろうな。だが知っていたとしても万人どもを止めることはできなかっただろう。ステュークスはオーバーブロッド経験者であるリドルたちを捕らえて何をするつもりなんだ。リリアさんのお話を聞く限り丁重におもてなしされているとは思えませんが、良くて精密検査、悪くて彼らの実験対象、最悪の場合すでに生きては。おい、冗談でもそんなこと言うのやめろよジェイド。っていうかさ、海牛先輩たちの話聞いてて思ったんだけど、あいつら学園をあちこち派手にぶっ壊して目撃者もすげえいるじゃん。動画撮ってたやつとかもいるっしょ。全然組織を秘匿する気なくね？それともそんくらい後から帳消しにできる手段があるってこと？なんか嫌な感じっすね。レオナさんたちの心配より自分たちの命の心配した方が良さそうっす。ブッチの者の言い方は訂正したいところだが、ある意味正しくもある。嘆きの島の所在地がわからぬ以上、我々は彼らを追う手立てがない。君たちはそれぞれ寮に戻り、寮生の点呼、被害状況を確認し報告するように。はい、はい。うん。